こんにちは。今回はフリーキャドの練習用に北欧風キャンドルライトを作ってみます。画面に表示しているのは今回作るモデルを配置した時の完成イメージです。名作照明として知られるルイス・ポールセンの照明のようなお皿が重なったデザインです。これをデスクに置けるキャンドルライトサイズで再現してみましょう。スケッチをパッドで押し出して立体にする方法には慣れましたか？今回の主役はレボリューション回転という機能でスケッチした断面を回転させて立体を作る機能です。一見複雑に見えるこのお皿の重なりも回転機能で断面をぐるっと一周させるだけで簡単に作ることができます。基本の流れはこれまでと同じなので焦らず一歩ずつ確実に進めていきましょう。それではここから実際に操作していきます。動画と同じように一緒にやってみてください。早すぎる部分は適宜一時停止やスロー再生でご覧ください。それでは始めましょう。まずは北欧風キャンドルライトの支柱部分から作ります。今回作る形はこのような断面になっています。赤い部分が支柱で青い部分がお皿の断面です。フリーキャドではこの断面をスケッチして回転させることで立体を作ります。まずはこの赤い支柱の部分から描いていきます。パートデザインワークベンチになっていることを確認しましょう。パラメトリックボディをクリックします。新しいスケッチが表示されるのでクリックします。次にアタッチメントを選択、項目が表示されます。今回は前面から見た状態で作図しますので XG 平面を選んで OK ボタンをクリックしてください。スケッチ画面に切り替わりました。当動画ではグリッドスナップ機能を使いますので設定を行っていない方はスパナーアイコンをクリックしてください。グリッドを表示、グリッド間隔を自動調整、グリッドにスナップをチェックしてください。まず支柱部分を描きます。半径 20mm、高さ 100mm の円柱になる形状です。これを長方形のスケッチとして描いて回転させることで円柱にします。では四角形ツールを選びます。原点をクリックしてそこから長方形を描きます。画面上に長方形の横、縦のサイズを入力するエディットボックスが表示されます。横サイズを 20mm と入力します。これで支柱が半径 20mm の円柱となります。縦サイズを 100mm と入力します。この長方形が支柱部分の断面形状となります。続いてお皿のパーツの断面を描きます。お皿の部分はこの青い形になります。斜めの線で広がって下に 2mm の厚みがついてまた斜めに戻る形です。今からこの青い部分の1段目を描いていきます。まずは支柱の右上から斜めに 10mm 伸びる線を描きます。グリッドスナップ機能を使ってサクサク作図します。ではポリラインツールを選びます。支柱の長方形の右上の点 XG20mm、100mm のポイントをクリックします。さてここから右下方向に 10mm 分斜めの線を描きます。現在画面に表示されているグリッドで小さいマス目は 1mm 四方、大きいマス目は 10mm 四方です。では右下方向に 10mm 斜めに線を描いてみましょう。グリッドを拡大しながらマス目に合わせて描きます。いかがでしょうか？グリッドに吸着していれば成功です。続いてお皿の厚みを 2mm にします。下方向に小さいグリッド2マス分線を描いてください。縦方向に 2mm の線が描けていれば OK です。では続いて左上方向に 10mm 斜めの線を描いてお皿の形になるようにします。お皿の上の線と平行な線を描きます。支柱の長方形の右上の点から下方向に2マス目の位置でクリックします。グリッドに吸着しましたでしょうか？このように方眼紙のマス目に沿って線をお絵描きできるのがグリッドスナップの最大の利点です。本来であれば角度や長さを細かく計算して指定する必要があります。ですがグリッドスナップであればサイズを直感的に変更できますのでお絵描き感覚でいろいろな形を試せます。
自由にお絵描きして操作に慣れてください。さて次はお皿の平行四辺形の線をずらっと縦にコピーして並べます。画面に赤線で表示しているお皿の断面の3本の線をコントロールキーを押しながら順番に選択します。平行四辺形のうちの3つの辺を選択していきます。選択したら移動配列変換ツールをクリックします。4つコピーして合計5段にしたいと思います。コピー項目を4、行項目を1に設定します。次に支柱の右上のポイントをクリックします。マウスを下の方に移動していくと選択した線がずらっと下方向に複製されるのがわかります。ではここでコピーの間隔をエディットボックスに入力します。12mm と入力してください。続いて画面と同じく下方向を向くように角度を-90度と指定してください。角度を間違えるとコピーが横や斜めに並んでしまうので注意してください。これでお皿の平行四辺形の形状が合計5段下方向に生成されました。さてこれで完成ではありません。最終的にはこのように外周が一つにつながった断面になります。今のスケッチは支柱とお皿の境界に線が残っているのでこの内側の線をトリム機能で削除して外周だけを残します。この外周が完全につながっていることが回転機能が成功する条件です。今の状態は支柱の四角形とお皿の図形がくっついて並んでいる状態です。全体を一つの図形となるように外側のシルエットだけを残して図形を仕切っている内側の線を消していきましょう。エッジをトリムツールを選択してください。拡大してみると支柱の長方形とお皿の平行四辺形で図形が仕切られてしまっています。この仕切りになっている境界線をクリックすると線が消えて形がつながります。スパッと線が切れて支柱とお皿の形状がつながりました。これを残りのお皿に対しても同様に削除していきます。ゆっくり確実に切り落としていきましょう。間違って違う線を消してしまった場合はコントロール+G キーでやり直してください。いかがでしょうか？これで全ての線が一つにつながって塗りつぶされた一つの断面となりました。今一度スケッチの外周を確認して一本の線で一周できるかチェックしてください。外周が完全に閉じていないと回転機能で立体化できないので注意してください。ではスケッチを閉じましょう。もし閉じた後の画面がモデルになっていない場合はモデルに切り替えてください。モデルツリーで今作ったスケッチが選択されていることを確認してください。次に回転アイコンレボリューションをクリックしてください。プレビュー画面に表示されていますがスケッチした図形が回転して立体化しています。パラメータ項目の設定ですが軸項目は垂直スケッチ軸かベース G 軸に設定してください。角度項目は360度に指定してください。今回はそのままの設定で問題ありません。もし回転がうまくいかない場合はほとんどの場合スケッチ側に原因があります。回転の設定をいじっても治らないのでまずスケッチを見直しましょう。では OK でタスクを閉じます。最後に LED をはめ込めるように柱に穴を掘りましょう。ちなみに LED は100均で売っている直径 38mm のキャンドルライトを想定しています。モデルをひっくり返して底面を選択します。スケッチアイコンをクリックします。ここで円ツールを選びます。原点を支点として円を描きます。円の直径を 38mm と入力します。今回クリアランスは考慮していませんがサイズが合わない場合は 0.2mm から 0.5mm くらい微調整してください。閉じるボタンをクリックします。ポケットアイコンをクリックしてください。長さを 99mm に設定します。本体の高さが 100mm なので 1mm の厚みが残ります。 OK ボタンをクリックします。これで完成です。ここからは回転レボリューションがうまくいかなかった場合の確認ポイントです。今回の手順通りに作業できていれば基本的には問題なく回転ツールで立体化できるはずです。
ですが、もしエラーが出た場合は、まずはスケッチを確認してみてください。回転には隙間のない一つの閉じた断面が必要です。線が途中で切れていないか、ほんのわずかな隙間がないか、同じ場所に線が二重に重なっていないか、まずは外周を目で追って一本の線で一周できるか確認してください。それでもわからない場合はスケッチを検証機能を使うと便利です。回転のエラーのほとんどは立体側ではなくスケッチ側に原因があります。うまくいかないときはまずはスケッチをチェックしてみてください。お疲れ様でした。今回はフリーCADの練習用のモデルということで、回転機能を使った北欧風キャンドルライトを作ってみました。最後に今回の重要なポイントを振り返ってみましょう。回転機能を使うときは綺麗な一つの断面図を作ること。これが一番の近道です。回転機能はお皿やコップ、ボトルのような円形のパーツを一本の線から一瞬で生み出せるのが最大の特徴です。パッドで押し出して積み木を重ねるように作るよりも圧倒的に複雑で滑らかな造形が可能になります。回転機能はフリーCADの中でも特に効率よく綺麗な形が作れる機能です。ぜひ練習として動画と同じモデルを実際に作ってみてください。さらに例えば背景映像のように光を漏らすための穴を開けるなどアレンジにもチャレンジしてみてください。今回のフリーCAD超入門講座は以上です。ご視聴ありがとうございました。